今現在リヨンの気温は32度。強すぎる日差しが肌を刺して痛いので日陰を歩いています。こんにちは、ケイスケです。今僕はリヨンのフルビエールの丘の頂上にいます。目の前に見えるのはラ・バジリク・ノートルダム・ドゥ・フルビエールです。背後の青空で今日は大聖堂の白さが際立っています。現在もこの大聖堂の周辺では2022年24年の落成とお披露目を目指した工事が行われています。多い時には年間200万人の方が訪れるそうです。ファサードに2つ、後方にも2つ、計4つの八角形の角柱の塔が大聖堂の四隅にあります。この塔の高さは48メートルもあるそうです。ビザンチン様式、ゴシック様式、それからロマネスク様式の影響を受けたユニークな建築物です。この最上部にはこちらに背を向けている金色の聖母マリア像があります。というのもこの丘から向こう側下に広がるリヨンの街を見下ろせるようになっているんです。この金色に輝くブロンズ製の聖母マリア像は高さが 5.6 メートルもあって重さはなんと3トン以上もあるそうです。大聖堂の入り口とその前に広がる広場です。先にも話したケーブルカーの駅はこの大聖堂のちょうど正面に立つ建物の中にあります。このバジリカの最大の特徴は大聖堂が上部下部と二段構造になっていることです。では少し覗いてみますね。まずは大聖堂の上部の方に参ります。光り輝くように明るく美しい大聖堂の上部です。この教会は1998年12月5日に世界遺産に登録されました。その後2014年3月に歴史的建造物に分類されています。立派な教会ですよね。上部は8カ所に2本ずつある計16本の大理石の柱で支えられています。大きなステンドグラスの前には天井から吊る下がっている縦長のシャンデリアが見えます。このシャンデリア29個の LED を光源としているそうで、同じものが全部で6つ設置されています。一つの重さは490キロもあるそうです。この大聖堂にまつわる話で興味深いのが2つあって、一つは今から約400年前、ペストがヨーロッパで猛威を振るっていた時、ペストから町を守ろうと当時の住民が祈りを捧げるために行列を作ってこのフルビエールの丘を登ったそうで、その人々の祈りによってリヨンはペストから守られたそうなんです。以後毎年9月8日に人々はこの丘を登ってミサに参列すると聞いています。コロナに脅かされている現在がなんとなくかぶりますよね。そしてもう一つは、先ほどクレーンがあったこの大聖堂の隣に現在閉館中の美術館があるんですが、そこに2017年5月13日土曜日午前3時27分、何者かが美術館のセキュリティシステムを破って侵入、約100万ユーロ相当の宝物を盗んでいったらしいんです。それでその中には1899年にリヨンの女性たちが寄付した1791個の宝石で飾られた聖母の王冠があって、今も見つかっていないんです。ターコイズブルーを基調としてダイヤモンドやエメラルドなどの石が大量に表面全体に散りばめられた王冠です。こういうことを言うのは不謹慎かもしれないけれど、まるで漫画のルパン三世のようなことってあるんですね。ちなみにこのルパン三世に登場する銭形警部の出向先、国際刑事警察機構、通称インターポールの本部はここリオにあるんです。では次は階段を降りて大聖堂の下部に行きますね。曲線の美しい重厚な造りの階段です。最高面積が狭いので
先ほどの上部と比べるとかなり薄暗く感じます。この下部は高さが10メートル程度だということです。天井の色が黄色や水色で、いわゆる厳かな雰囲気はあまり感じません。このモザイクアート、温かみのある色彩と目元口元が微笑んだ表情が穏やかで見入ってしまいました。2004年10月23日に完成したようです。この23平方メートルのモザイクアート、制作に費やした時間は6000時間。使用した色は300色にも上るそうです。この両脇にある星のような模様の下にある柱がわかりますか？この下部はこの38本の柱で支えられています。天井も低くて薄暗い下部は上部とは全く異なる雰囲気です。この天井の色を見たら、さっき目にしたリヨン旧市街の家の色を思い出しました。僕らが一般的に大聖堂に抱くようなイメージには何というか程遠くて、どちらかといえば可愛らしい雰囲気の下部です。正面に見えるのは子供を抱く聖ヨセフの彫刻です。この像、とても素敵ですよね。大聖堂から出ました。これからこの裏にある広場に向かいます。向こうに見える塔はラ・トゥーフ・メタリック・ドゥ・フルビエールといって、日本語だとフルビエールの金属製タワーっていうのかな。日本語にするとあまりかっこよくはないですよね。高さは 85.9 メートル。1894年5月3日に落成したようで、現在は放送局の電波塔になっています。喉が渇いたので大聖堂の裏にできていた売店でミネラルウォーターを買います。ちなみにフランスの水道水は日本のように飲むことができるって知っていました？購入したミネラルウォーターを飲みながら広場に出ました。丘から一望できるリヨンの街です。リヨンの人口は52万人弱で、経済圏としてはフランスで2番目に大きな街です。パリからの距離は470キロほどで、今回は車で来ましたけど、高速鉄道の TGV であればちょうど2時間と日帰りでの観光も可能です。リヨンは僕の中では日本でいうと名古屋のようなイメージがあります。ただリヨンの日本の姉妹都市は横浜市なんですよね。ちなみに名古屋のフランスの姉妹都市はシャンパーニュで有名なハンスです。あそこに見える2つの高い建物のエリアはビジネス地区でパーフデューと呼ばれています。 TGV の駅があるところです。そして右側の赤茶色のオフィス用高層ビルの正式名はラ・トゥーフ・パーフデューなんですが、その鉛筆のようなフォルムからル・クレヨンと呼ばれています。高さは 164.9 メートルです。以前に比べて随分きれいになった広場です。前はここまで整備されていなかったんですよね。このお土産屋さんが入っている建物ができたのもここ数年の話です。向こう側の何かの台のようなものの周りに何やら人が集まっていますよね。この一帯を縮小したミニチュア模型ができていました。いつからかあるのか以前にはなかった模型です。久しぶりに訪れましたけど、パリ同様にリヨンもいろいろ変わっていますよね。フルビエールの丘を降りています。下りもケーブルカーを使わないで行こうと思います。急な下り道はストップをかけながら降りていくので、案外後で疲れるかもしれません。かなり傾斜のきつい階段です。遠くに大きなサンジョン教会の上の部分が見えています。階段は全部で250段あるらしいんですが数えるのをうっかり忘れてしまいました。それにしてもこの階段の細道、色が可愛らしくて明るいのがいいですよね。一応手すりが両脇についています。観光客にも人気のルートというのもわかる気がします。ようやく下まで降りてきました。階段を降りてまず目にする光景です。ユネスコの世界遺産として登録されたリヨンの旧市街です。ということでこの続きはまた次回。明日もいい日になるといいですよね。それではまた。